JFK 国際空港に来ています。午前中のフライトのため朝の4時起きでした。ラウンジザ・センチュリオンで少し休んでいこうと思います。カプチーノを飲んでいます。スイーツが朝食のカウンターとは別の静かな一角にありました。これはチェルシーで撮られたザ・ストロークスの写真です。ライオンターミナルのコントロールタワーが見えます。朝食はこんな感じ。アメリカでよく見かける内容ですね。これは彼が食べます。お腹が空きすぎないように私も少しだけ食べます。5、6時間のフライトなので機内で食事が出ると思います。ちょっと歩き回ります。次いつここに来れるかわからないですから。朝食をとったエリアより静かな場所を上階に発見です。見かけより広いラウンジのようです。ゲートに向かう時間が来ました。いよいよです。搭乗口を過ぎて搭乗通路の模様です。持ち慣れてない荷物を落とさないように気をつけねば。多分目の前の方が1番で、私が2人目の搭乗者の気がします。緊張のためそれも覚えておらず、テンポよく歩くことに集中です。やっと搭乗できました。前から4列目、右の窓際です。窓は2つあります。デルタ航空の国内線ファーストクラスでは、座席の幅は21インチ53センチ、シートピッチは36インチ91センチです。シアトルまで2400マイル、3800km。長いなと思いますが、日本も東西南北に3000km あることを思い出してしまいます。ちなみにアメリカの領土は日本の25倍になります。今回通過する州は、ここで言ってしまうと楽しみが減るような気がしますので、地理に詳しい方にはご想像がつくかと思いますが、まだ言わないでおきます。映画の数は488、シリーズは73。すごく多いですね。収納スペースも十分です。アメリカの国内線ファーストクラスは広くて快適なんだと思います。他のクラスはまだ経験がありません。スポット誘導経路を走行中、駐機場を出ていきます。別の誘導路に入ってきました。地面に見える 22R4L は滑走路の名前で、JFK にある4つの滑走路のうち2番目に長いのがこれです。R は右、L は左です。眠いですが、頑張って大好きな役所広司さんの映画を見ようと思います。滑走路に入っていきます。
やっと起きました。離着陸が非常に多い空港であること、また滑走路が長く、これが中サイズの機体なことも関係しているのか、ローリングテイクオフの離陸だったような気がします。しばらくニューヨークともお別れです。雲の上付近まで上がってきました。地上から約33,000フィート、1万メートル、あるいはもっと上でしょうか。地上で一番高い山、エベレストで8,848メートルですから、それをちょっと上回るぐらいですね。どこにいるんでしょうか。頑張ったけどわかりませんでした。コーラでも飲んで少しのんびりします。スナックをいただきました。胃が小さいのですぐには食べないで、後日いただくおやつとして取っておきます。ランチを運んでいただきました。品数は少ないかもしれませんが、一つ一つが結構なボリュームです。柔らかくてもたもたしているとフォークですくえなくなるほどです。煮込まれたビーフシチューでした。食べきれませんでしたが美味しかったです。これはかぼちゃをペースト状にしたスクワッシュマッシュ。緑のつぶつぶは多分チャイブ。甘すぎず美味しかったです。オンタリオのヒューロン湖の東岸上空を飛行中です。ポイントクラークビーチからトロントまでは車で3時間近くかかるようです。ヒューロン湖は五大湖の中で2番目に大きく、約23,000平方マイル、59,600平方キロメートルの面積があり、地球上で3番目に大きい淡水湖です。デザートのプリンに移ってます。もうすでにお腹いっぱいですが、頑張っていただきます。デザートだけじゃなく全部美味しかったです。ミシガンに入りました。
畑がところどころに見えますが、ミシガンはサクランボ、アスパラガス、西洋カボチャなどが特産品です。北バワシー川は、ローワー半島を南東方向に流れる川で、本流の長さが約70マイル、120km、流域面積は約2500平方マイル、6400平方キロメートルです。ローワー半島は今見えている陸地がその一部分で、ミシガン湖まで西に続きます。ホートン湖は国内最大級の自然内陸湖、面積は約2万エーカー、80平方キロメートルになります。ヒギンス湖は約9900エーカー、40平方キロメートルの面積があり、透明な水で知られています。ミサウキー湖は淡水湖で、面積は約1900エーカー、7平方キロメートル。ブルックド湖やサファイア湖など多数の小さな湖に近接しています。グランドトラバース湾はミシガン湖の中心から北東の位置に手のように突き出ている部分です。ミシガン湖は世界では5番目の面積を持つ淡水湖、完全に一つの国の中にある湖としては世界最大で、面積は約22,400平方マイル、58,000平方キロメートル、最大水深は280メートルです。レイクトラウト、イエローバージ、コクチバスなどが釣れるそうです。ミシガン湖の西側からウィスコンシン州になります。この州は農業大国で、農業で年間約1000億ドルの収益を生み出しています。トウモロコシ、クランベリー、高麗人参、インゲン豆の生産が盛んで、チーズ生産量で全米トップです。ホワイトフィッシュデューンズ州立公園は、ミシガン湖西岸で最大の砂丘を保護しています。ロア半島はミシガン湖からグリーン湾の南部を隔てています。スタージョンベイ運河の完成で半島の北半分は島になりました。サクランボとリンゴの果樹園が有名な人気の観光地です。ポタワトミ州立公園は1225エーカー、5平方キロメートルの公園です。グリーンベイ市の人口は11万足らず、州内ではミルウォーキー、マディソンに次いで3番目の多さで、NFL のグリーンベイパッカーズの本拠地として知られています。あと3時間半ほど飛ぶようです。シャバノ湖の面積は約6200エーカー、25平方キロメートル。釣りやウォータースポーツなどで人気ですが、現在不営用湖となっており、藻類の大量発生などが問題になっています。ウルフ川はフォックス川の支流で、長さ約225マイル、360km、景観の美しさで有名で、毎年春に産卵するチョウザメでも知られています。ウィスコンシン州の北東部に位置するメノミニー・インディアンイリューチです。メノミニー族の故郷であり、約8500人の部族員がいます。チェクワメゴンニコレット国有林は、ウィスコンシン州北部に約2400平方マイル、6200平方キロメートルの面積があります。在来の樹種には、サトウカエデ、白オーク、赤樫などがあり、また二次林としての赤松、白松、ジャックパイン、ホワイトスプルースなどで密集しています。狩猟対象として、オジロジカ、アメリカクロクマ、赤ギツネ、キジ、ライチョウ、野生の七面鳥などがあります。ウィスコンシン川はミシシッピ川の支流で、長さは州内で最長の約430マイル、690km です。釣りやウォータースポーツで人気です。45×90 チリマッカーサイトとは、赤道と北極のちょうど中間、
地球を4分の1周した地点、そしてグリニーチ4号線と国際日付変更線のちょうど中間地点にあるスポットです。ビッグリブ川は先ほど映っていたマラソンシティまで流れ、その後ウィスコンシン川に合流します。マスが生息しています。ミネソタです。ミネソタの農産物には、塩菜、グリーンピース、大豆、トウモロコシ、ワイルドライスなどがあります。約390エーカー、1.6 平方キロメートルの小さなジョージ湖は透明度の高さで知られています。ミシシッピ川が見えてきました。この川はミネソタ州が源流で、全長は2340マイル、3766km、アメリカで2番目の長さです。高低差が少なく流れが緩やかなため、大型船舶の通行や水運に適していて、開拓時代から現代に至るまでアメリカ中央部における輸送の大幹線です。ノースダコタの特産物には春小麦、空豆、サンフラワー、蜂蜜などがあります。ミズーリ川はミシシッピ川最大の支流で、全長は2341マイル、3767km になります。サカカビア湖はアメリカ陸軍工兵隊のギャリソンダムによってせき止められた州内最大の人造貯水池です。バッドランズとは峡谷や奇跡が特徴的な植物が育ちにくい不毛の地を指すことが多く、ノースダコタにはこういった地形がたくさんあります。先カンブリア大以降、一度も地骨変動を受けなかったため、ノースダコタ全域にわたってほぼ平坦な地形が続きますが、海水面の変動による軽度の侵食林根が続いており、侵食地形に富んでいます。リトルミズーリ川はワイオミ、モンタナ、サウスダコタ、ノースダコタを流れる川で、ミズーリ川の支流です。全長は約560マイル、900km に至り、下流にはシルト岩、粘土岩、砂岩などを含む大量の侵食堆積物が運ばれてきます。エルクホーン牧場は、かつてセオドア・ルーズベルトに所有されていました。次の回からモンタナに移ります。